泥棒を30年続けてください。当然刑務所に入れられるけど一軒家は持てます。税金もただ、衣食住付きです。やる？やらない？空き巣を繰り返し、30年続けた男の裁判がありました。判決は懲役3年4ヶ月。しかし、この裁判には奇妙な点がいくつもありました。1、泥棒としてのプロ意識と追い、被告人質問では、30年間泥棒として生きてきた男ならではの生々しい技術論は展開されました。隠し場所の熟知レジになければ電子レンジか冷蔵庫の中を探す美容室なら奥の部屋、といった長年の経験に基づく売上金の隠し場所をスラスラと供述しました。引き際の見極め52歳になって動きが遅くなったので、ガラスを割って侵入するのはもう無理と、自分の体力の衰えを冷静に分析し、合鍵のある店に絞るという効率化を図っていました。2、裁判官を絶句させた持ち家の告白。法廷が最も揺れたのは、被告人の経済状況に関するやり取りでした。衝撃の事実。失処部の生活について問われた際、大分県に4年前に買った持ち家があると回答しました。裁判官の反応お金はという問いに対し、平然と盗んだお金ですと答えた被告人に、裁判官は呆れて笑ってしまうという異例の光景が見られました。30年の泥棒生活で一軒家を建てるという犯罪が成立してしまっていた事実が法廷を沈黙させました。3、独特な状況の動機。なぜ九州からわざわざ東京に来たのかという問いに対し、被告人は極めて情緒的で論理的ではない回答をしています。呼ばれたという感覚。不思議な話をしますけど呼ばれました。やるなら東京、捕まるなら東京、死ぬなら東京と語り、東京を自分の人生の出発点であり終着点と考えていたようです。見昼なガイド天井を見上げて声を低くし、自分の生い立ちや人嫌いを語るなど、どこか自分の犯罪人生を映画の主人公のように捉えている節が見受けられました。このように生活苦による切実な犯行というよりは、泥棒という生き方を全うしようとする男の奇妙なこだわりが随所に現れた法廷劇でした。4、泥棒家業30年犯行の実態と特徴。被告人の男性52歳は、中学卒業後から20代にかけて窃盗を始め、30年間ほぼ盗みだけで生計を立ててきました。これまでの前科は10犯に上り、人生の多くを刑務所と犯行の繰り返しに費やしています。今回の犯行では、東京都内の飲食店などを狙い、ポストに隠された合鍵を探し出して侵入するという手口を用いています。これは、自身の加齢による体力の衰えを自覚し、窓ガラスを割るなどの激しい動作を避けた、非常に計画的で効率重視の犯行スタイルと言えます。5、被告人が得たベネフィット。通常の窃盗犯は、盗んだ金をその場しのぎの生活費やギャンブルで使い果たすことが多いですが、この被告人の場合は異なります。資産形成。30年間の窃盗で蓄えた資金を使い、4年前に大分県内に一軒家を購入しています。盗んだ金が不動産という目に見える資産に変換されている点は、極めて異例です。生存コストの外部化。20歳から52歳まで、ほぼ一度も就労せずに生存してきました。さらに、重度の服役期間中は、国費によって食費や光熱費などの生存コストが全て賄われてきました。失処部の住居確保。今回、懲役刑を受けて刑務所に入りますが、失処部には自分の家が待っています。身寄りがなく住居のない受刑者が多い中で、彼は帰る場所があるという極めて有利な条件下で社会復帰を迎えることになります。6、被告人が支払うコスト。被告人が今回の犯行で支払う代償は、裁判で言い渡された懲役3年4ヶ月という時間です。52歳という年齢での3年強の拘束は、自由を奪われるという意味では代償ですが、これまでの経歴を鑑みると、彼にとって刑務所は慣れ親しんだ環境であり、精神的な苦痛や社会的制約としてのコストが、一般人ほど機能していない可能性があります。7、社会が負担する膨大なコスト。この一人の男の泥棒人生を維持するために、社会は多額の費用を負担しています。直接的な被害額、被害に遭った店舗から盗まれた現金やレジ、破壊された重機などの物理的損失です。刑事司法コスト、警察によるリレー捜査の人件費、裁判所や検察庁の運営費、さらに、過去11回にわたる刑務所への収容費用は膨大です。受刑者1人につき年間約300万円の公費がかかるとされており、彼が合計で15年から20年服役していれば、累計で4500万円から6000万円程度の税金が投入された計算になります。社会保障納税の欠如、30年間、一度もまともに所得税や住民税を納めず、年金保険料も支払っていない可能性が高いです。一方で、失処部には生活保護などの福祉を希望しており、社会システムに対して一切の拠出をせず、受給のみを行う立場にあります。8、なぜ東京で犯行に及んだのか。彼がわざわざ九州の自宅から東京に来て、監視の厳しい場所で犯行を行った理由には、経済学的な引退パッケージの完成という側面が見て取れます。引退に向けた最終調整、加齢により盗みを続ける体力が限界に達した時、野退治のことを避けるためには逮捕されるのが最も確実な生存戦略となります。福祉への接続、東京で逮捕され、刑期を終えることで、刑務所内の支援制度を通じて、生活保護や福祉サービスへスムーズに移行するルートを確定させようとしたと考えられます。彼にとって状況は、自由な泥棒生活を終わらせ、
公的な支援を受けるための手続きの一部であったと言えます。9、裁判官が絶句した理由。裁判官は思わず絶句したのは、被告人が盗んだ金で家を買っていたという事実です。通常、窃盗の動機は困窮お金がないとされます。しかし、家という資産を持っている以上、経済的な困窮は犯行の直接的な理由にはなりません。彼は、お金を得る手段としてではなく、人との関わりを避け、自らのアイデンティティを泥棒に置くことでしか生きられないという、深い依存状態にありました。この生き方そのものが犯罪に依存しているという構造が、法廷に驚きを与えたのです。10、まとめ、この事件の収支を整理すると、以下のようになります。犯人の得たもの、一軒家の所有、30年間の自由な生活、老後の住まいと福祉への足がかり、犯人が支払ったもの、断続的な懲役刑という時間、社会が支払ったもの、数千万円規模の収容費用、捜査費用、そして失われた税収、これらの収支は決して釣り合いが取れていません。しかし、この被告人のようなタイプは、刑罰を重くする厳罰化だけでは再犯を防ぐことが難しいのも事実です。家を持つ泥棒という極めて特殊な事例は、個人の倫理観の問題だけでなく、犯罪者が長期的に社会コストを搾取し続ける構造をどう断ち切るかという重い課題を突きつけています。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。